こんにちは。今回はフリーキャドで無駄に画面をスタイリッシュにする方法をご紹介します。無駄といえば無駄なんですが、あえて無駄を楽しんでみたいと思います。CAD はどうしても機能性重視になりがちですよね。ですが、見た目をちょっと変えるだけで気分を変えたり、意外と操作性にも影響が出たりします。もともとは GUI の安定性を確認するという動作の検証が目的だったのですが、せっかくなので動画にしてみます。フリーCAD 1.0.2 以降では描画方式が変わって見た目の設定が崩れたり、ボタンが消えたり、不安定な動作が目立っています。そこで今回はそんな不安定な状況でもある程度安全に見た目を変える方法を試してみます。無論自己責任でお願いします。試したい方は壊れることを覚悟の上でチャレンジしてください。当動画はフリーCAD 1.1 開発版を使用しています。現行版と動作が異なる部分があると思いますが、ご了承ください。それでは始めましょう。さて、以前フォントサイズを変更する動画を作りました。概要欄にリンク貼っておきますが、フリーCAD 1.0.2 版以降、正常にフォントサイズ変更できません。動作の仕組みはちょっと複雑なので、今回はその説明は省略します。フォントサイズの細かい設定は無理ですが、簡単な解決方法をご紹介します。ただし、多少安全な方法というだけで問題はありますので、あくまで参考例という認識でお願いします。まず、フリーCADの実行ファイルが存在する場所を確認してください。デフォルトは画面に表示しているパスだと思います。このパスを確認したら、メモ帳やテキストエディタを開いてください。動画の概要欄に記載しておきますが、こんな感じのコマンドを記入してください。この例では、フォントサイズを一律約 1.5 倍に設定していることになります。数値はお好みの値に変更してください。フォントサイズ以外の他の GUI サイズ変更は動作の影響が大きい可能性がありますので、現時点ではおすすめしません。あとはファイルを保存するだけです。デスクトップにフリーCAD.bat のように各調子を BAT で保存してください。アイコンデザインがフリーCADではなく DOS のアイコンになりますが、その辺はご了承ください。ではダブルクリックで実行してみましょう。フォントサイズが大きくなったことはわかりますでしょうか？現状、フォントサイズ変更の完璧な対応手段はありませんが、この方法が比較的安定した暫定対策となります。さて、本題のフリーCADの画面をスタイリッシュにする方法ですが、あくまでも自己責任でお願いします。そもそも、現状、動作が不安定なので、変な現象が起きるようであれば使用を中断してください。さて、フリーCADの画面スタイルですが、外観を自由に変えるためのアドオンがいくつか用意されています。これらは、見た目を整えたり、操作感を変えたりするための GUI 拡張アドオンです。フリーCADの見た目を構成している仕組みは、実は4層構造になっています。最上位は、アドオン、ワークベンチ。中間層に、テーマや、ユーザ設定パック。そして一番下の層に、スタイルシート、QSS があります。まず、アドオンは、フリーCADの機能を増やすための拡張モジュールです。アドオン自身は見た目を変えませんが、テーマや設定パックによって、そのツールバーやパネルのデザインが統一されます。続いて、テーマやユーザ設定パックです。ツールバーの配置、アイコンの大きさ、配色、ウィンドウ配置など、操作環境の全体設定をまとめて切り替えるためのものです。多くは、一番下の層にあるカスタムスタイルシートの仕組みを使ってフリーCADの見た目を制御しています。最後に、一番下にあるカスタムスタイルシート QSS は、フリーCADの見た目を直接制御します。ボタンやメニューの色、フォント、角を丸くする、などを細かく指定できる、いわば見た目の最終仕上げ層です。このように、フリーCADの見た目を変える仕組みは、階層構造で構成されています。アドオンを導入するときは、どの層を変更するものなのかを理解しておくと、トラブルを防ぎながら安全にカスタマイズができます。ざっとまとめると、こうなります。あくまでも目安ですので、その点はご了承ください。さて、スタイリッシュさを極めるなら、オープンテームが人気なのですが、いかんせん不安定です。検証中に表示が崩れて、メインメニューも開かず、戻せなくなる不具合が起きたので、今回は紹介を見送ります。
その他で3パターンほどご紹介してみたいと思います。さて、画面レイアウトを変更する前に必ずフリーCADのデータを丸ごとバックアップ取ってください。エクスプローラでパーセントアップデートパーセントを開いてください。アプリケーションデータのフォルダが開きます。このフォルダ内にフリーCADフォルダがあると思いますので丸ごとコピーしてください。コピーが完了したらフォルダ名を適当に変更してください。これで動作不安定になってもバックアップデータから復旧できます。問題が発生してどうしようもなくなったらこのバックアップしたフォルダの中身で入れ替えてください。 GUI がおかしくなると設定画面すら開けなくなることがあります。必ずバックアップを取るようにしましょう。ではまずはアドオンのインストール方法を説明しておきます。メニューのツールアドオンマネージャーを開きます。アドオンマネージャーが開いたら検索欄でテームと入力してください。続いてインストールしたいアドオンをクリックしてください。あとはインストールボタンを謳歌してインストールするだけです。さて、アドオンマネージャーでテームで検索しても出てこない時の対応方法を説明します。メニューの編集設定を選択してください。標準タブにテーマ項目がありますが、その下に Looking for more themes という英語のリンクが存在します。将来的に正式な項目になるのか明確には分かりませんが、このリンクをクリックしてみてください。アドオンマネージャーでテームで検索した項目が表示されます。現状のテーマが気に入らなかったらその場で他のを選べるという親切なインターフェースになりそうですね。ということでざっくりアドオンインストール方法の解説は以上です。では見た目をスタイリッシュにしていきましょう。まずはカラーパレットテームをご紹介します。テーマを変えるだけでお手軽にイメチェンできます。早速カラーパレットテームアドオンをインストールしてください。インストールが終わったら念のため再起動してください。さて、テーマのコンボボックスからカラーパレット 3D1 を選んでみてください。適用ボタンをクリックしてしばらく待つとインターフェースがガラッと変わります。では OK を謳歌してちょっと画面を見てみましょう。画面の背景やアイコンボタンが鮮やかになりました。デフォルトのダークモードからはっきりと印象が変わりますね。オーバーレイの切り替えを行ってみましょう。これは標準機能ですが、ドッキングウィンドウが 3D ビューの上に浮いて表示されるようになります。ビューの領域を最大限広く使いたい時に便利です。ウィンドウの配置を変えて使いやすくしてみてください。カラーパレットテームはテーマを選ぶだけで 3D ビューやスケッチャーの配色を実用的に変えてくれます。手軽にイメチェンしたい方に最適です。ちょっと気をつけていただきたい点としてインターフェース操作が変更されます。例えばマウスの動きが勝手に変わるので最初は戸惑うかもしれません。設定画面の表示ナビゲーションを開いてください。 3D ナビゲーションがブレンダーに変わっていると思います。デフォルトは CAD ですのでお好みで変更してください。また回転モードも変わっています。デフォルトはカーソル位置にドラッグですのでこちらもお好みで変更してください。このようにマウス操作も変わったりしますので今までと操作が違うという時は適宜変更してください。カラーパレットテームの紹介は以上とします。続いて定番中の定番ドラキュラをご紹介します。ドラキュラのアドオンをインストールしてください。フリーCAD以外でも様々なツールで使われているテーマでどのプラットフォームでも一貫した見た目と高い視認性を提供しています。ドラキュラは標準のダークモードでは手の届かない GUI の隅々まで洗練された配色ルールを徹底しています。さてそれではインストールが完了したら再起動してください。設定画面の標準タブにユーザー設定パックという項目があります。ここの適用するボタンをクリックしてください。しばらく待つと画面が変わります。ダークな配色に変わりました。普段フリーCADのダークモードを使っているとそんなに違いは感じないかもしれません。ただ通常のダークモードと比べてボタンの色やハイライトが洗練されたトーンに統一されます。
内部的にはボタンを押した時の色、無効化された時のグレーの色合い、ウィンドウの枠線の太さまでかなり細かくドラキュラのルールで統一しているのだそうです。レイアウトはそのままによりモダンでスタイリッシュな印象になったと思います。こだわりがあるプロフェッショナルな方向けという感じですね。最後に迷ったらこれフリーキャドテームズです。これを入れると一気に大量のテーマが追加されます。インストールが終わったら念のため再起動してください。さて、テーマのコンボボックスを開いてください。テーマが大量に追加されています。インストールしていないはずのビヘイブやプロダークといった名前も増えています。フリーキャドテームズは人気テーマの配色ファイルを一つのパッケージにまとめたコレクションです。テーマを切り替えていろいろいじってみてください。このように気分や作業環境に合わせていろんなテーマを気軽に試せるのがこのパッケージの最大のメリットです。フリーキャドテームズの紹介は以上とします。今回はフリーキャドで無駄に画面をスタイリッシュにする方法ということで、ちょっとした小ネタのつもりが長くなってしまいました。QSS を使ったカスタマイズや壊れた時の本格的な復旧方法、内部の仕組みとかは説明を省きました。壊れた時はバックアップから戻す方法で対応してください。フリーキャド 1.0.2 以降は安定性より性能を優先したような設計変更も見られます。端的に言うと、ボタンやメニューの表示と 3D モデルの表示に使われる技術をより描画速度を向上させる仕組みへ入れ替えています。その結果、描画速度の向上と引き換えにメニューやボタンなどの GUI 表示が不安定になったり、設定した見た目が崩れたりする問題が発生しています。動画作成時点において GitHub の情報を見る限り、不安定な機能を削除するような動きが見られます。削除された機能は安定性を確保した上で新しい仕組みで作り直す方向性だと考えられます。フリーキャド 1.1 版はバグフィックス版という名目でしたが、それ以上にフリーキャドを将来的に高性能な CAD ソフトとして存続させるという目標で開発しているようです。さて、たかが見た目ですが、色覚障害の方や目の疲れを軽減したい方にはこうしたテーマ変更が本当に役立つこともあります。視認性を上げることで作業効率をアップさせるテーマも存在します。無駄の中にちょっとした価値があるかもしれません。ご自身の状況に応じて使い分けてみてください。ただし、現状動作不安定ですので、必ずバックアップを取った上で自己責任でご利用ください。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。